雨のとこたちの神。世界が生まれるその最後に、天を天たらしめるための神が静かに現れたと伝えられています。それこそが雨のとこたちの神、原初の静かな礎の神です。その名にあるとこたちは、長く変わらず立ち続けることを意味します。揺らいでいた高間ヶ原に、初めて確かな安定が宿った象徴ともされます。燃え上がる生命の力に続き、その上に天の秩序が据えられるようにして、この神は現れたと語られています。世界はここで舞台を整えたのかもしれません。雨のとこたちの神もまた一人神として現れて後、ほどなくその姿を隠します。けれどその働きは天の高級そのものとして残り続けます。揺らぐ世界を永遠へと定めた神、雨のとこたちの神は今もなお天の奥で静かに支え続けているのかもしれません。神格、神のもとつこと。正式な神名、雨のとこたちの神。古事記における表記が最も一般的で、広く標準的に用いられています。所属、天津神、こと天津神。天地開闢に現れたこと天津神五柱の最後を飾る神。増加三神と馬氏足利彦次の神に続いて現れ、天地創生の締めくくりを担う存在とされます。なお、日本書紀本文には現れず、アルフミにのみ登場する点も特徴です。性別、不明。一人神として現れるため、性別を持たない超越的存在とされます。神格上は、中性的、抽象的に捉えられることが多い神です。別名と表記揺れ一例。文献や神社伝承によって細かな表記差が見られます。同一視される存在一例。雨のみなか主の神。仙台九時本義では同一神格として扱われる伝承があります。文殊菩薩。天の秩序、高級性、知恵の象徴として神仏集合において結びつけられることがあります。司る者、天の高級性、高間ヶ原の安定、宇宙秩序の維持、聖なる時間の持続、天が長く立ち続けることそのものを神格化した存在とほぐされています。主なご利益、開運、家運隆昇、事業安定、長寿、厄除け、永続、安定の神格から長く続くことへの祈願に結びつけられています。鎮座地、広く知られる社の中からいくつかを挙げています。出雲大社、本殿お客座においてこと天津神五柱の一柱として祀られています。神話の根源に関わる神として静かに座します。駒形神社、およそ1500年の歴史を持つと伝えられ、宇宙や地を守護する神々の一柱として祀られています。賀茂神社、主催神として祀られ、近年は金運、開運の社として広く知られています。天居、いくつかの主要な文献を挙げています。古事記、天地開闢においてこと天津神の最後に現れる神として記されます。日本書紀、本文には見えませんが、アルフミにおいて雨のとこたちの御事として登場します。仙台九時本義、雨のみなか主の神との関係を含めて記述され、独自の神格解釈が見られます。古語周囲、
雨土初めて起こりの神々の流れを語る中で、関連する神々の系譜理解に用いられます。神事周囲。雨の床たちの神には独立した神話はほとんど残されていません。けれどその不在こそがこの神の性格をよく表しているとも言われます。世界が形を整えたその瞬間、必要な役割だけを果たして姿を消した神。そのため雨の床たちの神は目に見えぬ秩序そのものを神格化した存在としてしばしば解釈されています。馬氏足利彦次の神、生命力の燃え上がりとついで考えると、天に向かって勢いよく伸びる足の目から天の礎が定まるという一連の流れとして理解でき、この2柱は連続した宇宙創生のプロセスを分担して象徴していると見ることもできます。最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。この奥深い世界に心を留めていただけましたら、チャンネル登録や高評価で応援いただけますと幸いです。